皆様ごきげんよう、宮豆佐野です。本日は戦艦ヤマトをざっくりと検証解説していく動画となっております。戦艦ヤマトといえば、基準排水量およそ64,000トン、全長263メートル、全幅 38.9 メートル。そして主砲は45口径46サンチ3連装砲塔が3機、合わせて9門搭載しております。この46サンチの砲弾は一発あたり約 1.5 トン。この砲弾を最大でおよそ 42km 先まで叩き込めるという人類史上最大の巨大戦艦、それが戦艦ヤマトなのです。腕快感。マリたち後で休憩しておきます。そしてヤマトはそれだけではありません。甲板装甲は 230mm という鉄壁なもの。アイオワの甲板装甲は 121mm に 32mm を追加したもの。巡洋艦にしてはなかなかのものですね。さらにヤマトは原則装甲が 410mm、しかも傾斜がある新式の設計で、実質的に 1.5 倍の厚みが得られ、敵の 40.6 センチ50口径砲の弾を受けても、距離17キロよりも接近されない限り、貫通されることはないのです。いかなる猛攻も跳ね返すヤマトの鉄壁の防御力は、かつて10万の賊軍を山頂で釘付けにした楠木正成公の千早城をもしのぐ、まさに海を行く難攻不落の鋼鉄城なのであります。しまった、測距儀が。そこはダメなの。ヤマトの装甲は艦の主要区画が中心ですので、非防御区画への攻撃は行わないでください。測距儀をやられると戦闘力が半減してしまいます。おまんじゅうたち、火を消せ。被害を受けた非防御区画は放棄。じゃねえよ。実はヤマトの装甲は巡洋艦や小型艦艇との戦闘は想定されておりません。対戦艦戦のみに究極的に特化した艦でありまして、逆に言えばそれが究極の戦艦と言うべきものなのです。ただ複合は対戦艦戦ではなく、接近してくる小型艦艇を攻撃するために使います。そこは少し設計思想に配慮というか揺らぎがありますね。しまった、複合がやられた。ヤマトの複合の装甲は実は 25mm 程度しかありません。しかしご安心くださいませ。複合自体が破壊されてもヤマトが沈むことはありません。弾かヤコに砲弾が侵入して誘爆を起こして致命傷を受けるというリスクはあるにはありますが、完全に垂直で落下する爆弾でも受けない限り特に問題はありません。多分きっとおそらく複合も修理だ。また攻撃力と防御力だけが注目されがちのヤマトですけれども、バルバスバウと呼ばれる艦首水面下の形状によって波の抵抗を減少させることができました。これによって速力は27ノット、いや 27.46 ノットを発揮可能でした。時速換算で52キロですね。ヤマトを首都高で走らせたい。すっごく楽しそうですよね。ワクワク。バーチャル大本営発表。我が連合艦隊の誇る不沈戦艦ヤマトが太平洋上にて敵主力艦隊と激突せり、巨砲火を吹くや敵戦艦空はまさに外周一色。我がヤマトの第一戦車にて敵艦を強沈せしめ、たちまち敵艦隊は敗走するものなり、王国回復の威信ここに極まれり、一翼火の玉となれてこの輝かしき大戦果に続け。バーチャル空間の戦果は置いといて実際のヤマトの戦果はですって。護衛駆逐艦一隻を撃沈できたようなできなかったようなとかそんな感じかな。知らんけど。皆様、ヤマトは実際の戦場では活躍らしい活躍はできずに、その戦歴や最後については周知の通りです。完成した頃にはすでに対艦強主義は時代遅れであり、最終的には棒の岬沖海戦で沈没。大日本帝国海軍の終焉を象徴する出来事となってしまったのです。それではなぜこのような巨大戦艦を作らねばならなかったのか。それは日本側の思想が古かったわけでも、あるいは珍兵器のように戦場で奇跡を狙って建造したというわけでもございません。大和建造最大の理由は他の日本の戦艦が古かったからになります。戦艦混合は大正2年の竣工、不装型戦艦は大正4年、伊勢型戦艦は大正6年、長門型戦艦は大正9年の竣工。当時の日本戦艦は全て大正生まれの軍艦でした。実は結構おばあちゃんだったりするんですよね。これは軍縮条約の影響です。
そして戦艦ヤマトの設計コンセプトもかなりわかりやすいと言えます。ヤマトの設計のコンセプトは軍縮条約も脱退したので、パナマ運河の制約を受ける米戦艦には積めないサイズの大砲を乗せてアメリカよりも大きな戦艦を作ってみたになります。米戦艦に比べるとヤマトの方が豊満な防衛をしていることがわかりますよね。日本はアメリカに戦艦の数では勝てません。したがって、もし日米が開戦したら、太平洋から迫り来る米艦隊を潜水艦や駆逐艦や航空機でダメージを与えつつ、最後は主力艦による一大決戦で勝利する。このように、大和は最終段階の開戦の主力であり、残弦擁撃作戦の最も重要で、最も最後の駒であったわけですね。ヤマトが建造された理由は日本そのものの象徴となる絶対的に美しく巨大な戦艦を作ってそれが敗北とともに沈むことで国民が初めて負けを受け入れられるようにするためだって？なわけねえだろこのバカチンが。戦艦ヤマトの存在は当時の日本国民には秘密にされていたわけですので、どうやって知らせればいいんですかね。さて、ヤマトの設計のルーツはいくつかありますが、その一つと言われておりますのが混合大艦です。その名の通り、旧式化した戦艦混合を代替するための戦艦になりますが、外見上はあまり似ておりません。手法の配置や防御の方式が似ているんですよね。より直接的なルーツといえば、こちらの A140 になりますね。A140 は速力31ノットで46山頂を前方向に集中して配置しているのが特徴です。これは完全にエギレス戦艦ネルソンの影響を受けたものですが、いかんせんダサい。さすがに全長300メートルはやりすぎたため、新型戦艦設計の叩き台的なポジションになります。現場での戦艦運用を司る軍令部は新型戦艦に空母部隊に随伴可能な速力を求めていましたが、やはり艦の大きさを抑える必要性から46山地砲9門搭載した中速戦艦として設計がまとめられていくことになります。また機関としては当初ディーゼルエンジンの搭載も検討されましたが、この機関を搭載した潜水母艦の体系は満足な性能は得られずに、より実績のある蒸気タービンに設計が変更され、こうして1937年3月頃に計画番号 A140F6 が最終的なプランとして決定されることになります。これが後の戦艦ヤマトになるんですね。しかし、戦艦陸奥の建造から15年が経過してしまったため、ヤマトの設計には多くの障害があったといいます。その最終的な設計案は46山地を搭載したという以外は、当時の戦艦のトレンドをバランスよく踏まえており、堅実で常識的な設計に落ち着いたと評価できます。さて、設計案が決まりますと、次は予算を国会から承認を得なければいけません。ヤマトの建造費は当時の金額で1億3580万円になります。これは当時の日本の GNP のおよそ 0.59% にあたります。平成時代の日本では防衛費が GDP 比で 1% という謎の縛りがありましたけれども、ヤマトでその額の半分を使うと考えると、その巨額さがわかると思います。ただ、長門の建造費は GNP 比で 0.51% ですので、別にヤマトがとりわけ高いというわけではございません。あえて申し上げますと、戦艦という戦略兵器が大変高価な代物だったのです。戦前の日本での平時における軍事費は、おおむね GNP 比で 3% 程度でしたが、戦艦の建造を行っていた時期は明らかに高いですので、いかに戦艦が財政的に重かったのかわかりますね。景気対策になるかもね。ただ、ヤマトの場合は予算の承認方法に問題があるという意見があります。実は国会での予算承認では、排水量6万トン超えの巨大戦艦ではなく、中型戦艦に駆逐艦と潜水艦の建造費を合わせる形で予算を獲得していたのです。つまり海軍は議会にもヤマトの本当の大きさを隠していたんですね。これに対してけしからんという気持ちはわからなくありませんが、馬鹿正直に建造費を申告いたしますと、アメリカとイギリスにすぐに艦の大きさがバレてしまいますけれども、本当にそれでいいんですかね。実は当時戦艦は1トンあたりの建造費が2112円と大体決まっていました。難しい計算を何日もしなくてもここに排水量の6万5000円をかけていただければ、ほぼ建造費は見えてきてしまうのです。あくまでも新型戦艦の大きさを隠したいという視点からになりますが、このように予算をカモフラージュして計上するのはおかしなことでは全くございません。
ただこの点に問題があるとすると、戦艦の存在意義の半分は確かに戦争の道具ではありますが、残りの半分は平和を維持するための抑止力でもあります。それを過小としたのは議論が分かれるところではありますね。バランスオブパワー。よし、それでは46山頂を撃ってみますか。46山頂の砲塔全体の重量は2500トン。これ1機で駆逐艦1隻分の重さがあります。主砲防時の装甲は驚きの650ミリ。これを撃ち抜ける戦艦は当時存在しないと言ってしまっていいと思います。遅いな。ただその代償として、砲塔の旋回速度は1秒間に2度になります。やはり大和はどちらかというと遠距離砲砲戦に向いている戦艦であることは間違いないでしょうね。ちなみに46山頂の正式名称は94式40山地砲になります。正式名称からも46という数値を隠しているんですね。おぼろげにも浮かんでこないでください。おかげで米海軍は最後まで大和の主砲の大きさが46サンチであることに確信を持つことができませんでした。膨張、情報を隠すことですね。膨張は実はかなりうまくいっていたと評価できます。しまった、おまんじゅうたちが。いいや、撃てー。この46山頂の最大射程は42キロと一応は言われておりますが、当たりませんね。この距離では弾着までに100秒近くもかかりますので、動く相手に砲弾をぶち当てること自体がそもそも難しいんです。ヤマトとしては敵の射程外から攻撃できたらいいなという程度の認識で、命中がしっかり期待できるのはだいたい 25km よりも近づいてからになります。ヤマトは遠距離砲戦向きの戦艦ではありますけれども、それには限界があるということですね。また、アイオワのような強敵と戦う場合でも、対 40.6 センチ砲防御のアイオワと対46センチ砲防御のヤマトでは防御の格が違いますので、基本的にはヤマトの方が有利です。しかし、ヤマトはあくまでも従来の戦艦よりも割と強い戦艦程度の軍艦です。圧倒的に強力な戦艦というわけではなく、アイオワと交戦して必ず勝利できるかといえば断言はできないんですよね。電弾の性能差から野戦では不利になり得ますし、遭遇戦になればお互い大ダメージを受けることは確実となります。またそもそも戦艦が一隻同士で戦う状況を考えること自体、ナンセンスと言うべきものなのかもしれません。さて、ここまで色々と講釈を垂れてまいりましたが、先ほども申し上げた通り、戦艦ヤマトには戦火と呼べるものなく、戦艦という慣習も時代遅れの産物となっていきます。核兵器登場以前の戦略兵器ともいえ、抑止力として国力の象徴でもあった王者はなぜ没落してしまったのか、その理由は長大だったはずの主砲の射程距離にありました。1930年代後半から急激に進化した航空機は最低でも300キロ離れた目標に対して攻撃を行うことができました。我が大日本帝国海軍で構想されていたアウトレンジ戦法に至っては500キロという長大な射程があったわけです。この画期的な飛び道具の登場によって砲弾の飛ぶ距離はたかが40キロ程度となってしまったのです。実は戦前からたとえ戦艦であっても航空機によって制空権を得た後に艦隊決戦を行わなければ勝利の見込みはないと考えられており、戦艦が航空機に抜かれる兆候はすでにあったと言えます。さて、多大な予算と人員をもって建造された大和に対する不満、そして批判が多く出てしまうのは致し方ないところです。この動画ではあえてそこには触れません。それでは、ヤマトはどのように活用すべきだったのか、ぜひ皆さんコメント欄で熱い意見をお聞かせくださいませ。最後に私のヤマトに対する思いを述べさせていただきますと、少なくともこの世界一の戦艦を先人たちが作ってくれたことに心から感謝しております。こうやってその巨大な艦艇を見ると、誇りだったんだろうなとかね、そうやって色々と思ってしまいますね。あれはヤマトだ。男の船だ。よーく見ておけー。そして戦艦ヤマトや日本戦艦についてもっと知りたいという方は、私の書籍であります大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑を手に取っていただけますと嬉しく思います。最新の交渉に基づいて戦艦ヤマトの真実の姿に迫りながら、日本戦艦12隻の全年代を今回 CG 化して画像文献として保存するという試みを行っております。現在空母本も制作中ですので乞うご期待。また、こういった分野に興味がございます方は、我がチャンネルの登録や高評価もお待ちしております。イラストもお待ちしております。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら。バイバーイ。